100億で諦めたわけでもなくやねんけど、辞めた理由はなんせ今思ってる理想の絵店になっていないことで、その差を埋める、ギャップを埋める作業をちゃんとそれぞれがする。よろしくお願いします。お願いします。そもそもサーフィンでお世話になっている方が、大島いいぞと、空港から15分で行けてこんないいポイントはない、大阪の人はもっと宮崎の良さに気づいて行くべきだっていうのに3月に行ってみたんですね。今年3月に。その時にうわほんまにええなとなって、これはビジネスもつなげてやれたらいいなと思ってたら物件が見つかった。はい、そのいいなっていうのは具体的にどういう感じにいいなって思ったんですか？そもそもなんかもう海でも人が、サーファーも優しいし、街でも人が優しいし、食材も美味しい、店もいい、なんかそのあたりが心に響いたというか、いいなと思った。なんかそもそもはもともと民泊をしようと思ってて、ホテル事業に行くきっかけで観光っていうこれからの日本の課題、チャンスになんか乗っかる一つかなと思って始まったけど、なんか集客はまだ正直始まっていない、あるけど始まっていない地域の段階で、ちょっと民泊だけじゃうちがまだ得意でない分野で勝負するにはむずいなと思って、それと地域創生とそのやりたいがつながったらいいなっていう流れ。まずは飲食の方から始めてっていうことですね。人不足ってもんが解決するんじゃないのかなと思って、学生の子たちもすごいフレッシュで、なんか器用じゃないけどすごく一生懸命やってて、目の前のお客様に向かってる感じがする。で大人の人たちもなんかそういう風な働き方をしていて、目の前に来たお客様にちゃんと商売をしている。それが淡島にはちゃんとあって、そういうところを淡島でもやりたいし、今の既存店にも活かせるんじゃないかなっていうところかな。あるべきもんがそこにある気がして、なんか肩肘張ってない、来たお客様をちゃんとおもてなしする、なんか回転がどうこうとかじゃない、なんか教えられたまんまじゃないもんがそこにあって、それこそ原点やなっていう、それを作りたいし経験できる場にもした。それってやっぱりもともと大将が一番最初にお店やり始めた時の感覚に近いものがあるなっていう感じだったんですか？めちゃくちゃ近い。来た人を喜ばす方法も武器もなかったから、もういろんなことをこうフル回転してやってた。なんかそれをみんな青島の人たち、宮崎の人たちはやってる気がして、器用じゃないけど一生懸命、それがいいなっていう、やっぱりそこが一番そのなんていうかレストランバンクの根底にあるというか、やっぱりそういう風なお店であってほしいっていうところのメッセージと受け取ったらいいんですかね。それしかないと思う。それできてへんのに100億なんかいらんなっていう話だと。拡大する理由は拡大した方が環境も整うし、いろんなメリット、スケールメリットというものが出てくるんじゃないだろうかっていうことが大半かな。今の活動をよりいい活動にするために規模がいる。なるほど。じゃあそれは100億とかっていう話とは別で、やっぱりそこの環境をしっかりと作っていくという意味でも、拡大をしていくこと自体は必要だけれども、そのスピードであるとか内容とかっていうことに関しては一回こうちょっと立ち止まって考える必要があるっていう時点ってことですよね、今の。そうね。なんかそこを忘れたつもりはなかったけど、置いてかれてしまっているシーンをたくさん見たから、まずそこを改善してもう一回リスタートしたいなっていう。なんか
例えば決めた料理があって、それがちゃんと決めた感じじゃないのを分かってんのに、みんなで笑顔で出してしまっているっていう、わけわからんことをしてるよなっていう。なぜそれ止めてなぜ作り直さないのとか、なんかサービスにしてもなんかなんか怒るレベルでもないけど感動もなく、なんか端っこに皿置いてお待たせしましたっていう、なんかそのシーン見てほんまかいなこれっていう、そのレベルの仕事をして果たして誰が得して誰が成長すんねんっていう話を見たから、ちょっとそれはちゃうよなってやっぱりなった、なんか目の前のお客様に向いてない、いらっしゃいませって声を揃えてって言われたから声を揃えて言う、それは目の前のお客様に届けるためにみんなで揃えて、目の前のお客様に届けるための合わすことであって、料理にしてもなんか教えられたまんまそれを作って、なんかそれを教えられた人に対してこれでいいんでしょみたいな、その先に合否を決める方お客様がいて、そこがゴールのはずをなんかすごい手前に終わっちゃってるよなっていう、そこ、例えばピッツァなら30センチの皿を用意して30センチの皿に焼けばちゃんと美味しいピッツァになるんだよっていうことを割と逐一言ってて、ゴールを取りやすいやり方にはしてきた流れは、そのあたりがもしかするとちょっとややこしい伝え方になっていってて、なんかその再現性低いものになって結局伝わらず手前で終わっているっていうことかもしれないね。アレンジを例えばすることがあまり良くないっていう風になってるのかもしれないですし、じゃあそうした場合にそれが正解なのかどうなのかっていう風なのを自分で説明できなかったら、結局そんなことはしなくていいっていう風になる環境になってるかもしれないじゃないですか。っていう風になると、なんか対照的にはちょっと極端な言い方になっちゃうかもしれないですけど、極端に言うならばどういう風にしてるとなんか対照的にはOK 世界っていう感じにイタリアンでいうと、創作は寸なんで、そもそもイタリアにある料理から作ろう、もう何やったらこじつけでもええけどそれを探せでもええけど、なんせそのルーツのあるものを作る。和食ジンベエの料理にしてもそもそもはそれもう創作をしない、何料理か分からん料理は済んだ。でもちょっとの おもてなしとかをちゃんと入れよう。初期の立ち飲みジンベエのお作り5種盛り2貫盛り合わせやったかな。そこにはカリフォルニアロールをのしてて、やっぱちょっとそういう気配りっていうか、ちょっとご飯欲しいでしょ、だからそれ乗せてんねん。別におもろいからやってるわけじゃなくて、ちゃんと欲しいからそれを乗していた。なんか伝統ある料理ルーツど真ん中プラスその目の前のお客様を喜ばせたにどうしたらいいかが多分それに詰まってる気がして、その進化なら俺はいいと思って、なんかじゃなくてなんかゼリーがけみたいな、アボカドをのしましたとかじゃない、なんかそういう工夫を考えれる集団、考える人間にならなあかんなと。店舗数少ない時は多分みんな情報も少なくて LINE の部屋も少なくて、みんな同じ部屋を見て同じ商品皿を見てサービスを見て何がいい悪いかを多分判断する場所が限られてて、もうちょっと多分研ぎ澄まされたっていうか中心の情報だけあったんかな。それがこの規模とともに伝わりにくくなったっていうことかな。なんかもっとどういうふうにマネージャーだったり店長に動いてほしいなとか、もしくは対象発信でなんかこういうふうなことできればとか、なんかそういうのって今のこの課題がある中で店作り良くしていくためになんか
ありそうですかね。それがどうかなっちゃうそれがクレドのあれなっちゃうかなと思うけど、その途中のマイルストーン的な何かもいるんやろな。すぐ結果出ないと面白くないからみんな興味なくなるやろうし、なんかすぐ結果出るのにな、目の前に答え出してくれる人がお客様がいて、その人が満足してくれるものを作ったら正解やのに、アレグロジンベエがいいとする料理を作って、それがその範囲内でちゃんと進化する伸びしろってまだまだある気がして、料理開発するときに文言は忘れたけど、そのちゃんと定番を磨けみたいな文言があったり、なんか昨日より今日いいもん作れっていう文言があったり、当たり前のことやねんけど、その当たり前を書いてあって、そこにウルトラ C はないねんっていうことも書いてあって、なんかそれを思い出すために、使ってほしいかな。別になんか読んでも毎日読むもんでもなかなかないやろうし、なんか店長会議の前に例えばその資料を読み返して、それ今これかもっていうことは多分あるから、そういう使い方かな。100億ね、諦めたわけでもなくやねんけど、やめた理由はなぜ今思ってる理想の店になっていないことで、その差を埋める、そのギャップを埋める作業をちゃんとそれぞれがする必要があるなっていうのがそもそもよね。それを個人個人が全員ちゃんとして目の前のお客様を笑顔にする努力をして、それで自分が足りないもん、料理サービス多分それで洗い出されるから、それを埋める努力をして成長して、店も繁栄してチームが成長して、そのゴールが家庭でゴールが100億円で、なんかそこを忘れたらあかんよねって感じがする。それを規模とともにそれを言い訳にしてもあかんし、それこそが飲食人の成長やと思うから、決められた料理、決められたサービスだけで終わらず、その先の目の前のお客さんを満足させることをゴールに置いてほしいなと思う。それを伝えたい。ありがとうございます。かな。